ロココのマカゲジに大暴れした海賊は誰だということです。1710年代です。前回はセバスティアノ・リッチというあまり馴染みのない画家が活躍していて、音楽界ではコレッリが活躍し、そしてスペイン継承戦争が起きた時代でした。そしてようやくこの1710年代から大物画家が登場してきます。しかも新たな時代であるロココ美術の時代がこの天才画家と言われているバートーの登場で幕を開けます。ようやく美術界は息を吹き返してきました。しかしこのバトーはロココを代表する画家であり、天才画家と言われながらも36歳の若さで亡くなってしまいます。死因はおそらく結核だと言われています。ちなみにシテール島とはギリシャ神話の話に出てくる愛と美の女神であるアフロディーテが誕生した後、最初に上陸した地だとされています。ですので愛の島というイメージが定着しており、この絵でも紳士淑女のカップルたちが愛の島へ巡礼しているという場面が描かれています。そしてロココ美術とはこの時代以降フランスで始まった美術様式で、その後ヨーロッパ中に広まり、それまでの古典主義にとって変わり18世紀の美術様式となります。ロココ美術の特徴は、それまでのルイ14世時代に代表されるような豪華絢爛かつ規則に縛られた幾何学的な芸術様式とは反対の緩やかな曲線で、かつ優美で軽やかな色彩といった繊細な美術様式です。ちなみにルイ14世はこの時代の1715年に亡くなります。ルイ14世が亡くなったため、こうした新たな美術様式がこの時代に登場したとも言えます。さらにこの時代以降、フランスでも肖像画や風俗画といったものも多く描かれるようになります。そして神話画はヌードを描くための口実として題材にして描いているといった印象で、もはや堅苦しい宗教画は影を潜めていきます。さて、このように美術様式が変化したもう一つの要因として、それまで非常に高価だった青色の絵の具が安価に入手できるようになったという変化が関係しています。それもこれも錬金術師の工房にいた調合師が偶然1704年に青色の人工顔料プルシャンブルーを作り出したことから始まりました。そして後の時代の1726年に製造方法が広く知れ渡るようになり、それ以降画家たちは青色を気兼ねなく使えるようになってきます。それまでの画家たちは基本的に土を由来とする絵の具を使っていたため、茶色が絵の面積を占める割合が多かったのですが、この時代あたりから青色を多く使えるようになったため、それまで茶色の背景に埋もれがちだったピンクが使えるようになっていきます。そうしたことによってロココ美術には青やピンクといった華やかな色が多用され、それまでの絵と違って淡く柔らかい印象の絵が多く登場します。しかしまだこの時代でも使える色は限られていて、例えば最も高価なウルトラマリンの安価な製造方法はこの時代から約100年後にようやく発明されます。さらに1670年代にお話しした色彩とデッサンのどちらが優れているかという論争は、この時代に色彩派の勝利という形で決着がつきます。これによってフランスの美術はそれまでの古典主義美術からロココ美術へと極端に変化していきます。さらにこの時代以降はフランスが美術界の主導権を握り、もはやフランスの画家しか登場しないんじゃないかというくらい大物の画家たちはフランスの画家たちで占められていきます。ちなみに日本ではいつも19世紀に登場する印象派の画家たちの絵ばかりが展覧会で展示され、このロココ時代あたりの絵はほとんど展示されなく、情報も少ない印象です。それゆえ印象派ばかりの情報があふれ、美術史に対する知識も印象派に集中して偏っている印象を受けます。全体的にこの時代あたりの絵は不当にも軽視されている感じですが、むしろこの時代あたりの絵の方が人気が出るんじゃないかと個人的には思います。そしてこの1710年代の音楽界では前回に続いてコレッリが活躍していました。
こちらの曲の方が前回1700年代のお話しした複数の楽器で演奏する形式である協奏曲への発展のイメージがつかみやすいかと思います。そしてコレッリによるこの曲はこの時代前後に多く作られた合奏協奏曲の中でも名作とされています。さて話は変わりますが、この時代にはかの有名なストラディバリウスが製造されていました。ストラディバリウスとはイタリアの職人ストラディバリ親子が製造した弦楽器のことで、その中でもアントニオ・ストラディバリが製造したバイオリンは世界最高峰の評価を受けており、現在数億円単位で取引される最も高額で最も価値のあるバイオリン史上最高の楽器とされています。特にこの1710年代に制作されたストラディバリウスが最も高い評価を受けています。そんな世界最高峰のバイオリンで超一流のバイオリニストしか手にすることのできない破格の値段がついている楽器で有名なストラディバリウスですが、なぜにそんなにも高価なのかというと、当然のことですが音色が段違いに素晴らしすぎるためです。その極上の音色は他の職人が作ったバイオリンでは一切真似できないとされています。そしてなぜストラディバリウスだけがこんなにも素晴らしい音が出せるのか、長年にわたっていろいろと研究されていますが、未だ謎の状態らしいです。一説には使っているニスが特殊なものだとか、板の厚みに秘密があるとかされています。しかしそんな極上のストラディバリウスですが、ブラインドテストをすると意外にも全然ダメな結果になっています。驚くべきことにストラディバリウスは100万円単位の楽器より劣るという恐ろしく謎の結果が出ています。ちなみに現在の音大生はだいたい400万円から700万円くらいのバイオリンを所有していますが、最低でもこれくらいの金額を出さないとまともな音は出ないとされています。さらにそのあたりの金額でも最近作られたものはダメで、この時代あたりのイタリアで作られたヴィンテージが良いとされています。その理由は古い方がだんだん木の状態が良くなっていくと考えられているからです。そしてその問題のブラインドテストの内容ですが、2010年にプロの演奏家23人に長年バイオリンの巨匠たちが使い続けたストラディバリウスの中でも指折りのストラディバリウスとそれ以外の最近作られたバイオリンを弾き比べてもらおうという実験をしました。そしてその際、自分が何を弾いているのかわからないように周りが見えない特殊なサングラスをつけて弾いてもらいました。すると彼らは最近作られた楽器を一番音の良い楽器とし、ストラディバリウスを最も音の悪い楽器としました。驚きの結果ですよね。一体ストラディバリウスどうなっちゃってるんでしょうか。さらに2012年にはもっと徹底した実験を行い、一流の演奏家たちにストラディバリウスなどの高価なヴィンテージバイオリンとその100分の1の価格の最近作られたバイオリン複数台をオーケストラと一緒に弾いたり独奏で弾くなどいろいろバリエーションを持たせて弾いてもらい、さらに60人の聴衆にも判断してもらいました。もちろん今回もみんな何の楽器かわからないようにしているブラインドテストです。結果はやはり最近作られたストラディバリウスの100分の1の価格しかないバイオリンを演奏者も聴衆も良いと判断しました。さらに今回はストラディバリウス以外のヴィンテージも最近作られたバイオリンに負けたという結果です。一体どうなっちゃってるんでしょうかね。数億円かけて買ったものが数百万円程度の安い楽器に劣るとは意味不明すぎな結果ですよね。もはやストラディバリウスという神話なのかもしれないです。しかし普通ヴィンテージというのは単に古いからという理由で何かと価値を持ちやすいものですが、ストラディバリウスの場合はそれとは違って単に古いからというわけではなく、音が最高に良すぎて他のバイオリンでは到底その音を出すことなどできないからという機能の面で良いとされてきたのに、最も音の悪い楽器に認定されてしまうというとんでもない結果になったことはあまりにも驚きです。実験者もここまで極端な結果になるとは想定してなかったんじゃないでしょうか。一応ストラディバリウス擁護者の話では、一流中の一流の演奏家が使い続けてようやくストラディバリウスと本人が一体化できるようになって初めて良い音が出せる難易度のむちゃくちゃ高い楽器なのだということらしいです。聴衆側としてはそう信じたいところですね。ちなみにバイオリンは16世紀中頃に誕生したと考えられており、現存している最古の楽器はアンドレア・アマティなる制作者が作った1565年頃とされています。1560年代といえば
ちょうどユグノー戦争が始まった時代です。そしてこのユグノー戦争の火付け役であるノストラダムスにハマっていたカトリーノ・メディシスがこのアンドレア・アマティに誕生間もないバイオリンの制作を依頼しています。ノストラダムスなんかにハマっていた割には意外にもカトリーノ・メディシス目の付けどころがいいですね。そしてこの最古のバイオリンはほぼ現在のものと変わらない形状をしており、ほぼ完成形として突然登場したとされています。他の楽器であったならば普通は長い期間をかけて改良を重ねて出来上がるところですが、バイオリンは当初からほぼ完成されていたというのも何か不思議な感じがしますね。そしてバイオリンは当時は伴奏楽器として使用されていましたが、その後今回登場したコレッリなどによる器楽の発展によって次第に中心的な楽器となっていきます。そしてそれに合わせてバイオリンの製作も盛んになるというように、この時代前後がバイオリン製作の黄金時代とされています。このコレッリによる協奏曲や器楽の発展のおかげでバイオリンが主役となることで需要の高まったバイオリンの製作も盛んになるという相乗効果が生まれました。そしてこういった需要があればこそバイオリンが多く製作され、このストラディバリウスのような名器なのか名器でないのか今となってはよくわからない楽器が誕生したというわけです。さてこの1710年代では前回1701年に勃発したスペイン継承戦争が終結し、ユトレヒト条約が結ばれます。これによってルイ14世の孫がスペイン王となることが認められましたが、スペインとフランスの合同は永久に禁止され、北アメリカ大陸のフランスの領土の多くはイギリスに割譲されました。さらにイギリスは莫大な利益が期待できるアシエントというアメリカ大陸のスペイン領への奴隷供給契約を獲得し、今後三角貿易で莫大な富を得ていくことになります。まず奴隷貿易はもともとは大航海時代以来ポルトガルの商人が中心となり、主にアフリカ現地の権力者などが集めた奴隷を購入し、それをアメリカ大陸に労働力として売っていました。その理由としては、16世紀にスペインやポルトガルがアメリカ大陸で先住民を酷使して働かせていたけれども、あまりにも過酷な労働とヨーロッパ人たちが持ち込んだ疫病のせいで大半が死んでしまったので、代わりの労働者を必要としたためです。そしてそこでは主に砂糖を生産させる農園で奴隷を働かせていました。砂糖はヨーロッパではなかなか手に入らない貴重な品だったので、奴隷の約7割が砂糖プランテーションで働かされたと言われています。そしてヨーロッパでは砂糖の消費量が一気に増えることになります。その後はオランダなどが奴隷貿易の主導権を握りますが、このユトレヒト条約でイギリスがアシエントという奴隷供給契約を獲得して以降、イギリスが奴隷貿易を独占します。そしてイギリスの三角貿易というのは、特にこの頃から北アメリカ南部で綿花の農園が発達したので、そこで生産された綿花や砂糖などをイギリスに輸送し、イギリスがその綿花を原料に綿織物を作り、それらをアフリカに輸出して奴隷と交換し、その奴隷をアメリカ大陸に売り、そしてまたアメリカ大陸で働かせ、生産された綿花や砂糖などをイギリスに輸送するという貿易です。そうしてイギリスはこの三角貿易で巨大な富を蓄積し、今後どこよりも早く産業を発達させ、世界の覇者となります。そしてこの18世紀は最も多くの奴隷がアフリカ大陸から輸出されることになりました。奴隷貿易はこの後約150年間続きますが、大航海時代から数えると約300年間も続くというわけです。そしてアフリカから連れて行かれた人々の数はおよそ1000万人と見積もられています。このようにロココ時代と言いながら、実は黒人奴隷貿易が行われていたというのは結構イメージにそぐわない感じですよね。さらにイメージにそぐわないのが、タイトルにもある通り、このロココ時代に海賊が大暴れしていたことです。そして海賊といえばこの人というくらい、未だに本や映画などに大きな影響を与えている黒ひげという名で知られるエドワード・ティーチです。黒ひげはイギリス出身の海賊で、前回のスペイン継承戦争と同時に起こったアン女王戦争の時にイギリス国家お墨付きの敵国に対しての海賊行為を許された刺略船の一員として活躍して名を挙げ、この時代からアン女王の復讐後の船長として
本格的に悪行の限りを尽くしていきます。そして黒ひげと言われるのはこの肖像画のように顔中を覆うようなひげとこの恐ろしいいでたちゆえとされています。さらにこの肖像画では頭の両脇から煙が出ていますが、黒ひげは戦闘の時に火のついた火縄を頭に乗せ、それを帽子で押さえていたとのことです。荒くれ者なんてレベルじゃないですね。さらに黒ひげは大した理由もなくいきなり部下の足に銃弾を打ち込んだため、その部下は生涯ビッグを引いて歩くことになるといったように、とんでもなく危険な海賊といったイメージがありますが、一方彼はノースカロライナの植民地総督と戦利品を分け合うことで街の中を大手を振るって好き放題できていたといったように、なかなか抜け目のない頭の働く海賊でもあったようです。しかし海賊行為を働いて長生きできるものではなく、黒ひげといえども早くもこの時代の1718年に殺されてしまいます。黒ひげは主に北アメリカ大陸の貿易商人の船の略奪を繰り返していたので、商人たちがバージニアの植民地総督に何とかしてほしいと訴えました。そしてロバート・メイナード大尉なる政治家に燃える人が任命され、彼は軍を率いて黒ひげと対決します。そしてロバート・メイナード大尉はあえて自分の船に黒ひげ一味を乗り込ませるという作戦に出て、黒ひげ一味が乗り込んできたところに一斉に攻撃を仕掛けることによって、ついにこの黒ひげも殺されてしまいますが、黒ひげは銃弾を体に撃ち込まれながらも戦い続け、死んだ時には弾丸が5つも撃ち込まれ、その他に傷が20箇所もあったらしいです。半分不死身ですね。そして海賊の黄金時代は特にこの黒ひげが暴れていた時代あたりの1716年から1726年の約10年間と言われています。彼ら海賊は戦時中は国家の主力船として働き、戦争が終わり職がなくなったら海賊に戻るといった感じで、彼ら自身は国家から海賊行為を奨励されていた主力船での生活も、その後国家から犯罪行為として取り締まられることになる海賊での生活もやってることは大して変わりませんでした。ですので彼らは単に戦争後も引き続き海賊行為を行っていただいたといった感じだったようです。そしてこの時代にロビンソン・クルーソーが出版されました。デフォーはイギリスの小説家です。このロビンソン・クルーソーは無人島に漂流して一人で生き抜くことになったみたいな話が出れば必ず持ち出されるくらい有名な小説ですね。ちなみに海賊に関する資料として海賊列伝という本が有名ですが、これは作者が不明で、もしかしたらこのデフォーが書いたのではないかとも言われています。この本の内容からすると海賊と交流があるとか、自身も海賊として生活を送っていないと書けないくらい詳しい内容だと言われているのですが、デフォー自身もジャーナリストとして活動して政府を批判するなどして投獄されたり、変装してスコットランドに潜入して政治活動を行うなどかなりスパイ小説じみた生活を送っていたので、もしかしたら海賊たちと交流があったのかもしれないですね。それでは最後にこの時代に書かれた絵を2枚紹介します。まだ美術は転換期であるのでそこまで盛り上がっていないです。これから徐々に盛り上がっていきます。しかも1枚目は今回登場したバトーによる作品です。なんか独特な絵ですね。バトーはこの絵を描いた後の1721年におそらく結核と思われる病気のために亡くなってしまいます。ですのでこのピエロはこの頃のバトー自身を投影しているんじゃないかと言われています。しかしそういった資料があるわけではないので、全然違う人物を描いている可能性もあります。後ろにはイタリア喜劇でピエロの相棒として定番の人々とロバが描かれています。最後の絵はこちらです。こっちはすごい迫力ですね。リゴーはルイ14世の肖像画を描いた画家でもあります。彼は特に宮廷の王侯貴族の肖像画を描いたことで有名な画家です。ということで1710年代はバトーによってロココ時代の幕開けとなり、音楽界ではまだコレッリが活躍していました。そしてスペイン継承戦争の講和条約であるユトレヒト条約が結ばれ、黒ひげが大暴れし、デフォーのロビンソン・クルーソーが出版された時代でした。次回は1720年代です。ようやく音楽界が本格的に始動します。遅すぎですね。それでは。